はい、それではシンクロアーツのボカライン6というプラグインをレビューしていきます。アラインというのは揃えるという意味ですから、ボーカルなどのタイミングやピッチを揃えるというようなプラグインになっております。このプラグインは僕自身バージョン5自分で普通に購入して使っていましたが、今回プラグインブティックさんから最新バージョンがご提供いただけるということで、ボカライン6を試させていただけることになりました。では具体例として自分のノンレイテンシーという曲がありますので、メインボーカルに対してハモリがあるような構成になっておりまして、メインボーカルの方にハモリをタイミングを合わせていくというようなことをやっていきます。では何もしていない状態を聞いてみましょう。波形を見ていただくと分かる通り、このように主に頭の入りとか、あとは音の減衰するタイミングがちょっと異なっているという状態ですね。ここに注目して聞いていただけるといいかなと思います。In the quantum space where we connect。はい、こんな感じで、そんなに大きくずれてるという感じではないのですが、この動画の後半ではもっと大きくずれてるものをサンプルとしてやってみたいと思います。まずはこれを修正していきますが、やり方としましては、直したい方のトラック、今回だとハモリのトラックですね。そちらにこのボカラインをインサートしまして、そして、このガイドというお手本にしたいトラックを選択するのですが、選択方法としてはこの右上のサイドチェーンというところで選びます。今回はこのボーカルメインというトラックですので、これを選択します。そしてこのキャプチャーというのを押してハモリが鳴っている部分を録音します。In the quantum space where we connect。はい、これでキャプチャー完了です。するとこのように修正を提案してくれるわけですね。で、ここにプリセットがありまして、どのくらいきつく直すかとか、ラップなのかボカルなのかとかっていういろいろな選択肢がありますが、まずはデフォルトのこれにしておきましょう。そしてじゃあ再生してみます。 In the quantum space where we connect。 はい、このような感じで、だいたい入りもメインのトラックの方にタイミングが近づいたのかなと思います。で、今はこのプリセットではどのくらい直すか、どのくらい差異があるかというのが、タイトだとメイントラックにがっちり合わせに行くと。で、ルースだと弱くなっていくという感じですが、一回じゃあタイトに全開してみて聞いてみましょう。In the quantum space where we connect。はい、こんな感じで、この曲の場合なんかだと全開にしちゃってもいいかもしれないですね。ただおそらく全開にすると、もしかすると不自然になってしまうところがあるのかもしれないので、ハモリのトラック単体でももう一回聴いてみましょう。In the quantum space where we connect。 はい、こんな感じで意外とタイト全開にしてもそんなに不自然な感じにはならなかったので、特にハモリとかもともと小さい音量で出すものだと思うので、そういったバックに回るようなトラックについてはもう全開にしちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。で、今まではこういった作業をメロダインとかで手動でずらしたりとか伸ばしたりして合わせたんですが、こういったことが自動でできるというのがこのボカラインというプラグインの使いどころとなっています。では続きましてはちょっと変わった使い方として、合成音声であるシンセサイザー V をお手本として生録音したボーカルをそれに合わせていくという使い方をやってみたいと思います。で、今回この曲ではメインボーカル以外にバンドのメンバーによるコーラスが入っています。これらはライブとかを意識してボーカリストが重ねるのではなくてバンドメンバーにやってもらっているのですが、やはり楽器はプロフェッショナルですがボーカルの方はプロフェッショナルではないので修正などが必須になってしまうという感じなのですが、当初の予定では撮った歌にシンセサイザー V を重ねて厚みを出しつつちょっとピッチの揺れとかもごまかせたらいいなとか思ってたんですが、今回このボカラインで
タイミングとピッチもそのシンセサイザー V に合わせてみたらどうなるんだろうというのをやってみました。まずはお手本とするシンセサイザー V の方を聞いてみましょう。はい、これがシンセサイザー V です。では実際録音したバンドメンバーのコーラス聞いてみましょう。はい、こんな感じで、それぞれの差異が分かりやすくなるように、シンセサイザー V をちょっと左側にして、生録音した方を右側にずらしてみます。はい、こんな感じでピッチも揺らぎがあるのと同時に音が終わるタイミングもちょっとずれているという感じになっていますが、こちらもボカラインをインサートしまして、こちらがキャプチャーした後の状態になります。今回はいきなりタイミングはタイトに全開、そしてピッチも、タイトの方に全開にしています。それでは再生して聞いてみましょう。はい、こんな感じで今まで左右で揺らぎがあったものがすごい揃ったと思います。重ねるという意味では揃いすぎててもう少しブレがあってもいいのかなと思いますが、これもじゃあコーラス単体で聞いてみましょう。不自然な感じになっていないかと。はい、こんな感じで、これを聞いて明らかに修正したっていう感じもそんなに感じないと思うので、例えば今回のようにバンドメンバーが歌うだったりとか、あるいは、歌を本業としてないアイドルの方だったりタレントさんだったりとかっていうような曲をエディットするときは非常に便利なんじゃないかなと思います。特にアイドル系だと人数も多いしトラック数がそういうことになると思うので、このプラグインを使うと結構時短にもなるかなと思います。ではピッチの方でもう一個のテイクが結構ずれてるテイクがあったので、そちらのピッチ補正はどのくらい効くのかっていうのも聞いてみましょう。まずはダブリングする予定のもう1トラックを聞いてみましょう。はい、こちらこのノートが結構ピッチがずれているのですが、ボカラインでキャプチャーして同じくタイミングもピッチも全開にした状態で聞いてみましょう。はい、こんな感じでピッチがだいぶ良くなりましたね。やはり若干ここら辺とかが単体で聞くとショワーっとするかもしれないですね。ただこれも単体のトラックで耳を澄ませばわかるというレベルで、例えばシンセサイザー V を真ん中にして先ほど修正したコーラスを左右に振るとそんなにもうわかんないかなと思いますね。はい。今回の場合ピッチを全開にしているのでちょっと3トラック鳴らしてる意味があんまりなかったんです。これをじゃあちょっとだけ例えば 1% とかにしてみましょうか。ルーズ寄りにちょっとだけ戻してみます。これで聞いてみましょう。かなりいいですね。もうちょっとブレがあっても人間っぽくていいのかもしれないですね。はい、これでじゃあメインボーカルとオケと合わせて聞いてみましょうか。はい、という感じでかなり綺麗になったんじゃないでしょうか。ちなみにボカラインはスタンダードとプロというラインナップがありまして、スタンダードの方はタイミングがメインとなっておりまして、ピッチは、プロの方で扱うことができるというような違いになっているようです。ピッチに関しては手動で直した方がやりやすいよっていう人もいると思うので、そういった方はスタンダードの方でタイミングだけを直していくっていうのもいいかなと思っております。はい、以上がボカラインプロ6のレビューでした。このチャンネルではこういった機材のレビューや音楽の作り方を発信しておりますので、もしよければ高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。